プログラミングって難しいと思っていませんか？ 2026 年、コードを1行も書かずにソフトウェアを作る人が増えています。その秘密がバイブコーディングです。今日は完全初心者の目線でこの革命を一緒に体験しましょう。まず、バイブコーディングがどう進化してきたか、火影忍者で例えてみましょう。2021年、GitHub コパイロットが登場。これはアカデミーの分身の術。コードの次の1行を予測してくれる基本中の基本です。2023年、チャット GPT やクローダオが現れ、対話でコードを書く時代に、下押しが先生に質問するようなもの。でも、コピペは自分でやる必要がありました。2025年、AI エージェントが自分でファイルを読み、コードを書き、テストまで実行。これが影分身の術。分身が実際に仕事をしてくれるんです。そして2026年、MCP とスキルズで専任モードに突入。AI が外部ツールとつながり、チームで協力する時代です。では実際に見てみましょう。VS コードにコーデックス拡張機能をインストールします。コーデックスのパネルを開いて、日本語でもいいし英語でもいい、自然言語で指示を出します。リアクトでとどアプリを作って。すると、コーデックスが自動でファイル構造を作り、コンポーネントを書き、スタイルまで整えてくれます。あなたは1行もコードを書いていません。さらに、ダークモードを追加してというだけで、既存のコードを理解して修正してくれる。これがバイブコーディングの基本体験です。でも、AI が本当に強くなるには、外の世界とつながる必要がある。そこで登場するのが MCP、モデルコンテキストプロトコルです。MCP を一言で言うと、AI ツールの USB Type-C です。どんなデバイスでも一つの規格でつながるように、どんな AI でも一つのプロトコルで外部ツールとつながれる。火影で言えば、塔の術です。契約の巻物にサインすれば、カエルでも犬でもナメクジでも呼び出せる。MCP は、その契約書のフォーマットを統一したんです。MCP には、3つの要素があります。ツール図、AI が呼び出せる関数。GitHub にコミットする、データベースを検索する。リソースフ図、AI が読めるデータソース。プランプツ、事前に定義されたテンプレート。MCP でツールとつながれるようになった。でも、もう一つ大事な概念があります。それがスキルズ。スキルズとは、AI に特定のタスクのやり方を教える秘伝の巻物です。火影で言えば、地雷なりが螺旋丸の巻物をナルトに渡したように、先輩開発者の知識を AI に直接伝承できる。スラッシュコミットと打つだけで、AI が変更を分析し、完璧なコミットメッセージを作成。スラッシュレビュー PR で、プルリクエストを自動レビュー。カカシの車輪ガンのように、一度覚えたスキルは何度でも再現できます。しかもスキルズはオープンソースでシェアできる。コミュニティで術を共有する忍者の世界。誰かが作った優れたスキルをあなたもすぐ使える。じゃあ、どこから学べばいいの？おすすめは Learn Cloud Code というオープンソースの教材です。12回のセッションで AI エージェントをゼロから構築する方法を学べます。忍者アカデミーの4つの段階のように。フェーズ1、基本ループ。アカデミー生がチャクラの流し方を学ぶように、エージェントの基本構造を理解する。フェーズ2、計画と知識。下押しが任務の計画を立て、情報を集めるように。フェーズ3、永続化。中任がスクロールに任務を記録するように、タスクの状態を保存する。フェーズ4、チーム。常任が複数の部隊を指揮するように、マルチエージェントの協調を学ぶ。12回終わる頃には、あなたも自分だけの AI チームを作れるようになります。バイブコーディングの時代、あなたはコードを書く人じゃなく、AI を導く火影です。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。次回は、この AI 忍術で実際にビジュアルノベルエンジンを作るデモをお見せします。